これまでさまざまな地域を訪れていくうちに、ふと不思議に思ったことがある。古い信仰が息づく聖地には、主権者や巡礼者の姿が当たり前のように風景の一部として存在していた。私たちはその土地が重ねてきた歴史を、その風景を見て感じることができる。けれど、この南九州の地を歩き始めたとき、私はある違和感を感じた。南九州と言われる宮崎と鹿児島は、深い神話と信仰の歴史を持ちながら、ここには主権者や巡礼者の姿がどこにもない。なぜここはこれほどまでに静かなのか。その答えを見つけるために、私は鹿児島へやってきた。賑やかな街並みと圧倒的な存在感のある桜島。この風景の奥底にはかつて誰にも知られてはならない命がけの沈黙があった。知らなかったもう一つの姿。その沈黙の正体をこれから確かめに行く。すべての始まりは戦国時代にまで遡る。かつて織田信長を最も苦しめ、国を揺るがす最大の脅威だったのが、強固な絆で結ばれた一向宗の門徒たちだった。南九州を治める薩摩藩は、島津の国を統治するために一向宗を徹底的に排除しようとした。薩摩藩の300年に及ぶ過酷な弾圧が始まったのだ。しかし、いくら牙を剥こうとも人々の心まで縛ることはできない。訪れたミュージアムチランで引きつけられるものと出会った。見落としてしまいそうなほどとても小さな秘仏。けれどレンズの向こうに浮かび上がったのは、あまりに精巧に作り込まれた指先や衣の合わせだった。見つかれば拷問、死罪の時代。極限の恐怖の中でどれほど大事に思い、祈りを守り続けてきたのか。その熱い思いが小さな木肌から静かに伝わってくる。その熱い思いを抱えた人々は一体どこへ向かったのだろうか。薩摩藩の厳しい目が光る生活の中で、彼らが選んだのは沈黙と潜伏の道だった。息が切れるほどの山道を登っていく。小さな祈りを決して絶やさないために、こんなにも苦労をしなければいけなかったのか。ようやくたどり着いた。身をかがめてようやく入れる空間。ここでかつての信者たちは
見つかれば死ぬという恐怖の中で祈り続けた。祈りの足跡を求めて今度は宮崎へやってきた。町の中心からかなり離れた小さな集落の先に今も残る隠れ念仏堂がある。現代だからこそ道も整備されたどり着くことはできるようになったが、当時の道なき道を想像するとこんなにも山奥へ来なければならなかったのかと本当に驚かされる。うわ、これすごいね。狭い入り口を抜けると思ったより広い空間があった。実際に訪れて感じたのは、誰にも知られてはならない命がけの沈黙が確かにこの場所に存在していたということだ。だがその沈黙が破られ薩摩藩に見つかると待っていたのは容赦のない地獄だった。宮崎県都城市にある無量山安楽寺。境内には石垣の拷問石が残されている。信教の自由などない時代、ギザギザに削られた木の板に正座させられ、重い岩を何枚も何枚も重ねられた。この地において信仰は自らの命を懸けることだった。そして300年の近世が解けるその直前、この地にはさらなる激動の嵐が吹き荒れる。明治時代、新政府の近代化政策の裏側で寺院や仏像は破壊の対象となった。徹底的に行われた廃仏毀釈。特に宮崎県と鹿児島県は激しく、1066の寺が廃止され、僧侶は全員強制的に平民に戻らされた。廃仏毀釈の名残が残っているということで行ってみることにした。幕末の志士小松立脇の墓所にそれはあった。頭と腕をもがれた仁王像、由緒ある小松家の墓所でも容赦ない徹底した激しさを物語っている。周囲に並ぶ石仏たちもまた五体満足な姿を残してはいない。新時代という光の陰でどれほどの仏像たちが、どれほどの歴史が粉々に砕かれ消し去られていったのだろう。古い時代が終わってもなお祈りへの弾圧はこれほどまでに徹底的で容赦のないものだったのか。そしてこれまでで最も激しいショックを受け言葉を失った仏像を目にする。日置市
妙円寺の参道にある阿弥陀如来像、お顔が見るも無残に激しく削り取られていた。当時神社の下に投げ捨てられていたのを地区の人たちがここまで運び出し、現在まで手厚く保護している。歴史が残酷に仏像を痛めつけても人々の心までを破壊することはできなかった。現在この地で浄土真宗は全体の 70% を占めるまでになっている。しかし主権者や巡礼者の姿はここにはない。けれどこの圧倒的な静けさの中に確かな祈りの記憶が息づいている。姿なき足跡をたどり静寂に耳を澄ませること、それもまた私に許された一つの巡礼だったのかもしれない。